さあ、有吉弘行さんでね、ドドリームは私が有吉弘行でございます。5月2日日曜日生放送でございます。5月は最高の季節です皆さん !5 月最高。5月より素晴らしい季節はありませんありません。気温湿気もゴールデンウィーク6月は梅雨そして7月からは暑くなります !5 月こそ最高ですというわけです。確かに。最高です。そしてその最高の5月を締める5月31日は、私有吉の誕生日ですハッピーバースデートゥーハッピーバースデー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 ハッピーバースデートゥー本線入ってきたよね。というわけで5月。元気いっぱいで。5月いいですね。この最高の5月のアシスタントは、最高の仲間が来てくれましたまず最高1号グリーンピース落合隆二です。最高だありがとうございます。そして最高2号はい、アルコ&ピース酒井健太です。最高だありがとうございます。ありがとう最高だ、ご機嫌だぜ。そうっすね。迎えられたことない、こんな感じで。いやー、ほんと先週のね、めいめいさんから高知署からお手紙いただきまして、ありがたいですね。一生懸命疑問に答えたりしたおかげで、おかげさまで、ギャラクシー賞を受賞しました本当ですか？おめでとうございます取れてないと思いますよ、多分。ギャラクシー賞受賞いたしました。取れてない今後もますます、リスナーのですね、リスナーに寄り添う形で、ラジオをお送りできたらいいなと思っております。これ今後ともよろしくお願いします。これは、一つの通過点です。ゴールではなく通過点だと思っております。ギャラクシー賞どうもありがとうございます。取ってないですからね、ギャラクシー賞。さあ、そしてもう一つ、今日もお手紙届いております。今日も届いてるんですか？読ませてください。ラジオネーム陰血。こんばんは。いつも楽しく聞いてます。かっこ、金沢高知署で。ほら、来ちゃったじゃないですか、有吉さん。金沢の。金沢から来たのか。有吉さん、助けてください。私は逮捕を機に、携帯を解約しました。というのも、今回 100% 実刑だからです。しかし、忘れていました。ネットフリックスだけ、デビットカードでの口座引き落としにしていました。ああ、やべえ。そういうことが起きんのか。親に面会の時に言ってもわかるはずもなく、弁護士、かっこ国選弁護士の先生は、親御さんに言ってくださいと言われ、八方塞がりです。やば。このままでは毎月1500円。少なくとも2、3年取られてしまいます。2、3年。助けて。最後に聞き飽きたとは思いますが、ご結婚おめでとうございます。ありがとう最高の季節だ、5月最高の5月になるようにお互い頑張ろういや、実刑なんです。すいません。いっぱい来ちゃってるじゃないですか、すごい、こういう。来ちゃってますよ。次々と、やばいんじゃないかな。各地の刑務所の方から来ますよ、これ。そんなとこにあんだっていうのわかるし。高知署のみんな、オラの話を聞いてくれ。いや、悟空。ここは、お前らの駆け込みでなんじゃねえRelease all that stress with our variety program. Sunday night. 駆け込み寺じゃねえとは言ったけどな。だけどこうやってお手紙書いて、ここで読んだり紹介して、まあ、リスナー連中が笑ってくれたりとか、手紙出すことで少しでもストレスの発散になったりする手助けになるんだったら、じゃんじゃん送ってくれればいいし、その代わりお手紙は読みますからね。なるほど。遠慮なく送ってくだされば、もう毎週読んでるわけにはいきませんけどもね。
まあ悩み解決できるとは思いませんけども、ちょっとでも気が紛れたりとかストレス発散になるんだったらお手紙書いて送ってくださればいいなというふうに思っております。はい。この番組じゃなくて、それはそれでまた別の番組やりたいなと思っておりますので、日本放送の皆様、TBS の皆さん、よろしくお願いします。有吉弘行の高知城からの手紙という番組。高知城からの手紙。ちょっと興味ありますけど。できそうだもんな。興味はあるよな。いや、でもラジオネームインケツ、本当にね、5月いい季節なんで。実験楽しんでくれ。いや、楽しみだな。反省した方がいいと思うんですけどね。出てくるのが5月だったらいいな。ああ、ちょうどそれを願ってます、私、有吉は。さあ、ということで、大田原の真珠、広島軍団階段地、軍事ロックスター、有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送サンデーナイトドリーマー。改めて、アシスタント。はい、アルコ&ピース酒井健太と。グリーンピース落合隆二です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ちょっと連続になってしまいまして。そうですね。はい。大丈夫ですか、体調面は。いや、もう全然バッチリです。精神面も大丈夫でしょうか。精神面もバッチリでございます。ラジオ終わってから私の悪口振ってませんか？軽快に怖いこと言うな。言っちゃいますね。言ってねえっすよ。悪口そうですね、言ってます。限界だ。危ねえ。有吉弘行さんでネットドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。Stay Night Dreamer Live on air. Stay Night Dreamer Live on air. Sunday Night Dreamer.有吉弘行サンデーネットドリーマー、改めてアシスタントこちら2人。はい、アルコ&ピース酒井と。グリーンピース落合です。生放送でございます。メール募集しましょう。コロナウイルス感染拡大防止のため旅行や帰省の自粛が求められる大型連休となっておりますけどもね、皆さんは実際にどんな生活をしているのか教えてください。というわけで今日のメッセージでもこちら、ゴールデンウィークレポート。都道府県、まあ街によってね、いろいろ制限も変わってるでしょう。まあ規制が強いところもあればそんなに強くないところもあるでしょうし、皆さんが住む街の様子などを教えてください。まあステイホーム期間中にこう楽しめるエンタメありますよなんていうことだったら、またそれも教えていただければなというふうに思っております。はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください。ネットで有吉 JFN と検索すれば大体一番上に出てきます。はい、私が気に入ったメールにはパンという名の、ポイントを差し上げておりまして、ステッカーですね、ステッカープレゼントしております。で、特に気に入ったやつにはエンジェルという名のステッカーを差し上げております。そのエンジェルステッカーが5枚貯まりますと、私が一筆したためた色紙をプレゼントしております。あとは若槻社長からお預かりしております番組グッズなんかもありますので、それお配りしていたりしますけれども、若槻社長からのオリジナルグッズが在庫切れになりました。あら、ちょっと若槻社長動きが遅いですね。常にこのラジオの在庫を気に留めてくれてなきゃいけないんですよね。補充で。本当に気が回る人ってそういうもんでしょ。切れる前に。切れる前にでしょ。そうですね。言ってから作るんじゃあね。把握しとかないともしかしたら。それは普通だもんね。そうですね。言われてやるっていうの普通じゃない？確かに。もらってる立場ですね。僕なんてやっぱオール巨人師匠の弟子やってましたから、言われてやるんじゃ遅いんですよ。察するんですよ。なるほど。これがやりたいかな、これが欲しいかな、もう在庫ないかな、送っとかなきゃな。指定関係なんです。在庫作っとかなきゃな。新しいデザイン作っとかなきゃな。このラジオのために。多少お金かかるけど、まあ有吉さんの番組のためだから、まあこれは自腹でって感じでね。全部言ってますね。気持ちをやっていただければなと思って。だからまあなんかグッズ、何らかのグッズ、若槻社長から届けばまた再開いたします。ねえ、よろしくお願いしますと。なんですかね。漫画はどうですか、漫画。まあ、読んでないですか。呪術廻戦は読んでますか。読んでないです。読んでないの。はい。ダンダダンでしたっけ。ダンダダン。読みました。ジャンププラスでやってるやつ。ジャンププラス。あれはタダだからな。お前はタダだったら見るな。ジャンププラスいいっすね。泳ぐらい。怪獣8号とかもある。見ました。途中まで見ました。あとステイじゃない。スパイのやつ。スパイスパイ。あと奴隷遊戯。面白い。めちゃめちゃ面白い。あれいいっすね。いいだろ。確か知らなかったな。
いいんだ嬉しいっすね、あれ。まめにチェックしとかないと。確かに。面白いっすね。あと最近読んでるのは、望郷太郎ね。望郷太郎。東京ちょっとでもまあ漫画の話あんまりお前らとしたくないんだよな。なんでですか特に落合とは。なんでですか？僕好きですよ、漫画。呪術廻戦もドク読んでます。ターストーン。なんかすごいらしいっすね。ドクターストーンもうアニメ化してるからね。俺ははっきり言って今一切読んでないから。読んでないんじゃないですか。もう話がちゃんとしすぎちゃってさ。ああ、そっか、確か今もう宇宙船作って宇宙行こうとしてるから。に。いや、もうすごいね。ドクターストーンな、だって落合なんてもう4週ぐらいで終わるだろうっつって。はい。即終わりだと思ってました。それが今やまだ続いてて人気連載ですよ、ジャンプの。すごい。アニメ化もして。頑張ってんですよ。最初から面白かったわ。すごいな。なあそうかな。あとは、ドクターストーンもあるし、なんだろうね。望郷太郎よ、望郷太郎。望郷太郎。望郷太郎知らない？ちょっと聞いたことないです。望郷太郎は、ちょっとドクターストーンに近いところがあって始まる。どんな話ですか？大噴火が、まあ、この2021年ぐらいに、はい大噴火が起こる。まあ、よくあるパターンよ。隕石衝突してきたりとか、地球が冷えちゃって、もう全滅するっていう。そういう、だから天変地異みたいなことが起こるっていうのが分かって、はい。なんかね、会社の偉いさんなのよ。望郷太郎は。で、太郎は、家族と一緒に、生命維持装置に入るのよ。冷却装置に。よく言いますね、そういうの。で、これだからまあ何年か後に、はい。まあ目覚めればいいって、もうピッポッパッポでやって、はい。 50年後、まあ10年後とかはいセッティングしてはい。やるんだけど、はい。気づいたら、家族、奥さんと子供たちの生命維持装置の電源は切れてたのよ。うわで、ミイラになってんのよ。いやで、自分だけ生きてたの。自分のやつだけうまい具合に繋がってて、電気が。辛い。500年後。 500年か。 500年経ってんだよ。で、500年経って起きてみたら、もうほとんどの人死んでて、は日本ほとんど人いなくて。おーあ、日本じゃないわ。その人イランかどっかに出張行ってて、はいイランかどっかでそのうん生命維持装置入って、うん目覚めたらもうイラン全員死んでて、はうんとぼとぼ街歩いてたらはい。生き残ってる人いて、い。その人たちはもう原始人。一周したってことか。もう一周、あーもう何万年前の生活に戻ってる。いや。槍持って、どういうことなんだ、500年でそうなっちゃそう。う。なぜなんだ。ほとんどの人は死んで、文明がもうなくなっなてるから、くなって、ゼロからなってんだ。そっからだからやり直すっていう。ええ。大変。またそこ。虎と戦ったり。あれあれドクターストーンみたいな。だいぶ香ってるな。ドクターストーンの槍匂いが。持って。はいはい。匂いがする。槍持って。匂います。匂いますね。だいぶ。何がドクター、郷太郎何に引っかかってんだよ。ちょっと、なんかドクターストーンの匂いが。匂い。だいぶ強烈に匂ってます。それでだから、望郷太郎は500年前の情報も当然知ってるから、はいお肉に、オレガノを入れたりする方法し、あれお肉に、お現代のね。肉みんな塩ぐらいで食べてんだよ。あーだけど、これにオレガノ入れたら美味しいそうですから。原始人たちがオレガノ入れたお肉食べて、お前、なんだよ太郎お前はすごいやつだな運命飛んでんな。でも、望郷太郎は技術者だからさ、はい。あんまり役に立たないの別に戦い強いわけじゃないし、だからオレガノに、お肉にオレガノ入れたりするけど。今のところはね、関係ない。関係ない。今のところは俺それしか知らない。俺2巻までしか読んでないから。ああ、結構出てる。 5巻ぐらいまで。ああ。なんか終わりそうだ。終わらない。これは終わらない。デカスロンとか、書いて山田先生っていう、結構、いつも月に行く、度胸星とか知らないとかね、すごいやつ書いてる人だから。でもね、確かに早く終わんのよ、山田先生って。ちょっと攻めてるというか。ちょっとどこまで続くかわかんないけど。まあ、ドクターストーンの後を追えばね、だいぶ、そのストーリーも追うことはできる。いや、全然違うね。そういう話じゃないです。そっか、すいません。ちょっとぜひ読んでも。いやー確かに。望郷太郎。はい。面白そうですね。原始の世界にあ。行ってます。肉に俺が乗れる。肉に俺が。
あんま技術者は関係なさそうですけどね。今んとこね。俺が持って。で、イランから、はいとりあえずは日本に帰りたいのよ。ああ。だから、どうなってとぼるかとぼ歩いて日本帰って。その歩いてる途中に村があったりして、はいはい。もうやっぱ生き残りやっぱりいてさ、はい。もう村はだから昔の原始の世界でさ、村ごとに戦いやってたりさ、ああ、なるほど。そこに望郷たらこ挑むわけよ。お肉にオレガノ入れたりして。いや、そればっか。役立たねえな。料理人でもねえからね。これ以上の腕前の発展は望めないんだけど。ちょっと。そうなんだな。望郷たらぜひこれ。はいあーちょっと見てみよう。はいはい。あとはどうですか、ゴールデンウィークはどうですか皆さん。まあ、変わんないですね。なんか、変わんないまあ、仕事もあったりとか。しょうもない仕事か。まあ、もうしょうもない仕事ですよ、もう。失礼だろスタッフ失礼ですよ、それは絶対に。言われっぱなしじゃないですか。本当そうですよ。うちは僕も、なんか、比較的ありますよ、お仕事が。珍しく。なんでいやいや、そんな驚かれても。いや、僕もびっくりしてるんですけど。マジなんか、いや、なんか嫌だな。いや、まあ、なんでよなんか、ちょこっと。おかしいじゃん。おかしい、いや、うん、仕事が増えるなんておかしいじゃん。だって仕事があるのがおかしいじゃん。いやいや、そこまで言わないでくださいよ。嬉しいんですから。いや嬉しいけど、今日もだからこの前ちょっと仕事して。なんでなんでって。ひどいです、あんまなんりですよ。でよ。だってきっかけがないじゃん。いや、実績もないじゃん。いや、もうじゃあ可能性もおい、それわかんないでしょ。可能性なかったらもう今日引退するしかないんだから。可能性は見てますから。一応ありましたね。ああそう、はいいいねじいや、ありがたいです営業じゃないだろ。営業ではないですね。そうなんかちょっと、まあまあ、ライブ的なものがあったり。いやいや、ライブはあるでしょ。ライブなかったら売れないで。いや、受けますって。受ける？ちょっとわかんないですけど、受けてるつもりでやってますけど。はい。じゃあよかったね。あ、よかったです。ありがとうございます。酒井は？もう本当まあそう変わんないそうですね、変わらず。あれお母さんをなんかあれどっか連れて肩もんだりとか、せっかく休みだから。いや、行きたいっすけどね。どっか連れて行けとは言わないけどさ、はいなんだっけ、砂の城だっけ、砂の壁でもないし、砂壁のさ、っていう有吉の壁の砂の壁。砂の壁誰が見るんですか？俺の母ちゃん判断するんですか？すぐ崩れちゃうから危ない。砂の壁に戻ってさ、いやいや、ちょくちょくは戻ってます。ちょっと実家がいろいろね、おばあちゃんいなくなったりとかなったんで。あーそうかそうなんですよ。そうなんですね。そう。ややこしいんだよ。お母さん元気なの？めちゃくちゃ元気っすね。相変わらず薄いブルーの下着つけて。懐かしい。いや、下着まで見てないんで、僕帰るたびに、お母さんの確認下着してないですか？開けてないいや、別に洗濯してあげりゃいいじゃん、だって。ああ、たまには。いや、洗ああ、こんなパンツ履いてんだ。いや、気持ち悪悪くねえだろ。い。いや、気持ち悪いっすよ、親の。失礼なこと言うな、お前。母さんのパンツ、まあ、洗うって、干すのは別にいいですけど、そう思うのが嫌です。で言われたことでも絶対できないです、もうそれを。干すときになんか、ああ、なるほど。だって血が繋がった親子じゃないから。いやそれは別にお母さんから生まれてきといてさ、はいそのお母さんが産んでくれたその出口をさ、はいいや覆ってる布をさ、いや、なんか嫌だな。嫌だな、もっと嫌になってきたわ。出口を塞いでる布を塞いでるっていうさ、か塞ぐ布って。出口塞いでる布洗うの何が恥ずかしいんだよ。だってお前のふるさとじゃないから。いやいや、そうですよ。扉みたいなもんだろ。玄関の扉出口を洗う、掃除するようなもんだろ。雑巾掛けするようなもんだろ。そういうことなの？出口って何言ってんすか？出口を塞ぐ布って言ってますよ。パンツのこと。初めての表現だよ。気温がねえだろ、キモいですつうって。のがなんでだよ、お前他に。なんかやることやる。そんなお前な、中学生みたいなこと言うな。親と一緒にいるの恥ずかしいよ、みたいな。いや、親と一緒に行ってねえし、マルエツ。言うねそんなこと、お前。行ったんですよ、一緒にマルエツで。いいじゃん、もう。恥ずかしがる必要ない何が恥ずかしいんだよ。いやいや、いや、恥ずかしいとおかじゃなくて。母さんの出口塞いでるそれが嫌なんですよ。それがめちゃめちゃ嫌なの。何それ。何がね、お前中学生か？いやいや、もういいですよ。選択してもいいですけおどう、そう言い方が嫌です。何が嫌なの？お母さんのパンティって言えばいいのかじゃあ。パンティとかの方がまお母ださんのパンティ。雰囲気つけないでくださいよ。お母さんのパンティって言われたら嫌ですよ。いや、だから、なんか、無機質に言ってやってんじゃん。お母さんの出口塞いでる布を、無機質じゃないよ。水洗いしたらっつって。水洗いくらい。洗剤で洗う。洗剤使えて。
いや、肌に優しいだろ、水洗いした方が。いい洗剤いっぱいありますから、今大丈夫ですよ。バカバカしい。もう一旦ブレーキさせてくれ。Stay Night Dreamer. Live on air. さあ、いろいろメールも届いておりますけど、今日あれなんだよ、ラジオ始まる前に、ここ入ったらさ、我が家の坪倉が行ってさ、何言ってたらさ、あ、結婚のお祝い持ってきましたって、仕事で会わないんですよ、わざわざありがたい。あらららら。本当に。すごいね本当に、渡辺プロの後輩は。誰にあれ別にお祝いしてくれとは言わないけどね。はい。あれはい。坪倉はわざわざ仕事でもないのにここにまでわざわざ来てくれて、はい。はい。ちょっと別につまんないもんですけどつってお祝いくれましたよ。すごいね。しかし鍋プロの後輩は若手さんもすごいですけど。けど、いや、あれ私僕らはしてよですけど。えはい。はいいや、なんです。なんかねないのかね。いや、僕らは、はい。なんかお祝いないかね。いや、ちゃんと聞いてるかなみんな。太田プロの方、聞いてますか？まあ酒井も落合もこれ毎週会ってて結婚したぞっていう発表の時も会ってんのに、はい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 お祝いの一つもないよ。いや、あげましたって。僕渡しましたよ、僕らは。二人であげましたって。何？いやメロン。俺メロン食えないの知ってるか？すいません、すいません。いろいろとすいませんでした、本当に。それは本当。俺メロン喉かゆくなっちゃう。喉かゆくなっちゃうんですよ。アレルギーで。いや、でも、いろいろ悩んだけど。悩んだ。はい。その、あんまり残るものでも邪魔になるかもしれないし、っていう。まあそれは考えるけど、でも、俺がアレルギー出るの知ってるのに、メロンで。いや、ちょっとすいません。アレルギー出るまではメロン農ちょっと。家の皆さんすいません。すごい。他方面への配慮。自分だけがってことですもんね。どうですか？いや、どうですかって言われても。どうですかじゃねえよ。渡したっつってんだよな。渡しましたっつってんのに。さらに。納得いくまでよこせって言ってんの。頭おかしいだろ。いりませんから、何にも、本当に。坪倉もういらないから、本当に。もういらないぞ、坪倉。いや、持ってくることになっちゃう。持ってくることになっちゃう。そりゃそうだ。一個あげてるから。坪倉もういいからな、俺は。持ってくることになっちゃう、来週。もう一回。ラジオネームあらかじめ語られるローマ人。このラジオって捕まらないとメール読まれないんですそんなことねえだろ。お前らみたいな仇連中も読んでやってるだろう。読んでやってる。はい、捕まった方が読まれやすいっていう。こんなラジオないですよ。まあでも悪いことしたんならね、ちょっと反省してくださいよ、本当に。いや、そうですね。犯罪は俺反対派だよ。みんなそうです。俺は犯罪反対派。みんなそういや、です。そうです。はい。僕らもそうです。本本当？犯罪は反いや、対です。なんかそういうのあるじゃん。別にいいじゃんっていう。普通はさ、ちょっとこういう言い方すると寂しいけどさ、まあ、特に俺らみたいな芸能の仕事してると、まあちょっとそういう犯罪を犯すと、まあ復帰の道はなかなか難しかった。まあ当然も普通の会社員の、一般の会社員の方なんかも、まあそういう悲しいけどそういう現実があるじゃない。そうですね。だから、まあそういう捕まるようなことしないでおこうとかあるじゃない。はい。でもさ、ヤクザの人たちはさ、そこで箔がつくとかさ、そういうの別に捕まること別に何でもないよみたいなところもあるじゃない。そう、あんまり長い懲役食らうのは大変だけど。あとだから業界によってはさ、別にそのマリファナやったって別にそれ箔がつくからっていうところもあったりするじゃない。まあね、ギャングとかアメリカなんかでもそうです。そうですね。ちょっと行ってきたよ、別荘にぐらいの。ああ、そうですね。だからその反対反応人ばっかりじゃないってことよ。犯罪反対派の人ばっかりじゃないから。はい。僕らはね、で僕らも。も絶対。酒井なんて別に罪を犯したって別に平気だろ。おい箔がついたなみたいな感じじゃない。いやいや、絶対嫌ですって、俺は。お母さんだっておいよく成長したわね。もう喜ぶんですか立派になったわね。箔つくんですよ。
前科ついて。やっぱり一回今週行かないと箱つがない。活用かすんだよ。熱すぎるでしょ、岡田君。犯罪反対ですから。反対。皆さん気をつけてください。はい。曲。はい、曲いきましょう。アドで、オド。Sunday Night Dreamer. オド。アドでオド。アドでオド。覚えた？はい。なんとなく。いや、みんなで。はい。せーの。そうですね。せーのでいけます？せーのっていうか、いや、なんかこう、入ってきてよ。あそれぞれ。はい。おせんべつはわ、せんべつさば、踊り出せ、踊り出せ、お酒の母ちゃん踊り出せ、酒の母ちゃん踊り出せ、砂壁草場は、踊り出せ、酒のクソババアが踊り出せ、踊り出せ、酒の草場は、なんで違うんだよ。アドでオドですから、俺。酒井の母ちゃん踊り出せって何すか？全然違いますか、歌詞が。お前らは合ってたのかじゃあ。自分のパートそれぞれで確認しよう、今ので。お前なんてやってたおんちゃん。そうですか。あそこなら西方あそこなら西方って言ってました。だってあれもっと、踊り出せ俺、踊り出せって言ってたら、したら僕が、踊り出せ踊り出せらせよちゃんとやってよ。それが合わさって楽曲になるんだから。パートがあるだろ、そういう気がして。はい。もう一回。踊り出せ西方踊り出せ西方酒井はなんてやってたやってた、本当に。これやってました、僕。じゃあやるよ。はい。せーの。踊り出せ、踊り出せ、踊り出せ、酒井の母ちゃん、クソババア。酒井の母ちゃん、クソババア。踊り出せ、踊り出せ、酒井の母ちゃん、クソババア。なんでやろ。リリックが違うんですよ、リリックが。結構合わさるといい感じっすね。それぞれバラバラに感じましたけど。パート。ひどい。いや、お前ら、コーラスは別にいいやとかいう気持ちでやるんだよ。常に、私がメインボーカルだっていうつもりでやらないといい楽曲できない。むずかったなニュースいこう、ニュース。はい。ニュースいきましょう。まずはこのニュースから。中国で大食い動画に罰金170万円。中国で食べ残しや大食いなど食品の浪費を禁じる法律が可決されました。大食い動画をネットなどで公開することを禁止し、違反した場合は最高でおよそ170万円の罰金を課すなどとしています。また客に過剰な注文をさせた飲食店に対してはおよそ17万円の罰金が課される可能性があります。そもそも中国なんていうのはね、なんかね、お客様が残すぐらいの量を出さないと失礼だっつってね、残すぐらいの量を出してこそおもてなしだっていう文化があるんだけどね、そうじゃなくなっていってますね。みたいですね。だからちょっとこれは我々酒井と俺ビッグ有吉とマックス酒井は中国ではちょっと番組できないかもね。そうですね。我々の大食い番組は無理かもしれない。大丈夫じゃないですかね。バリバリいける。なんでいや、ラーメン。全部食べちゃうから。いや、ラーメン1杯半しか食べないんで、全然大丈夫です。お前らただはい。そんなの信じる人が出るだろそんなこと言ったら。嘘言ってないんですよね。それ1杯半はその5キロな、1杯5キロのラーメンの時の話だろ。300グラムぐらいのラーメンですかね。普通の。なんで罰金は絶対出ないですね、これ。はい。食事風景が流れる。お前なんか、大食いに苦い思い出でもあるのか。いや違うなんか現実を見ようとしないけど、俺らの大食いっぷりを。そんなことないです、そんなことないです。全然大食いも大好きですし、ただ罰金は全く問題ないです。食事風景が流れるだけ。お前マジではい。全力で挑んだとしてはい1週間はいはい。じゃあ胃袋水2リッタルとか飲んでさ、はいはい胃を大きくしてはい真剣に挑んだとしてよ、はい。餃子何個食える？餃子っすか？
30はいけると思いますね。30個30個。酒井は。30キロ。30キロね。30キロ。そんな、ふざけたこと言わないでよ。それは無理よ。30キロ無理。ここで止まるパターン初めて。程度が分かんなくなここでっちゃった。止まるパターン初めて。無茶したかな。来すぎてんの。間違えた間違えた。本当のこと聞かせて本当のやつですか？僕30個です。僕僕30個。 83個。俺30キロ。 Stay Night Dreamer. Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Stay Night Dreamer. 引き続きニュースでございます。はい、続いてはこのニュース。アメリカメンソールタバコ禁止へ。アメリカ食品医薬局はメンソールタバコと風味付き葉巻を国内で禁止する方針を示し、製品の基準案を来年中に取りまとめると発表しました。メンソールタバコはアメリカタバコ市場全体の3分の1超を占め、カリフォルニア、マサチューセッツなど複数州ではすでに禁止されています。なんで若者の喫煙を助長しているなどを理由にか禁止されると。吸いやすいみたいなこと吸なんですかね。いやすい。なんかタバコって感じしないだろうな。ちょっとなんかお菓子じゃないけど、ライトな感じというか。感じか。マリファナはどんどん拡大してってるけどね。そうですね合法化してタバコはこっちは厳しいんだね。日本とは真逆な感じですか。日本もタバコはなんか昔は普通にテレビ CM とかでね、ガンガン流れてたし、雑誌なんかでもタバコの CM いっぱいあったけど、もうタバコの CM ないよね、ほぼね。一切ないですね。ほとんどないですね。いわゆる紙巻きタバコの CM なんかはないもんね。When I stop kiss like それね。昔は。ありましたよ。渋いアメリカ人、なんだっけな、ケツアゴの、マンダムのおじさんみたいな人がさ、あの人が荒野の夕日が、荒野の中でさ、夕日が沈むみたいなところでさ、焚き火やりながらタバコ吸ってたりして。Where will I kiss like ダンディーだな。こういうシーン。スペークラーク。今なんて言ったスピークラーク。スピークラーク。ラークの CM。高倉健さんとかの CM もあったりとかね。結構普通にじゃあ結構普通にもうバンバンありましたよ、普通に。ふぅ最高みたいなとか。何のそれなんだろう。銘柄が、今、さっきは分かったんですけど、ラッキースライク。マイルドセブン。マイルドセブンそんなシンプルなんですね。最高っていう。ちょっと数週の。ピアニッシモの CM ちょっと教えて。ピアニッシモですか？ピアニッシモ。女の子のタバコっぽいですけどね。いや、女の人が吸うやん。女性も吸いやすいよ。もっとセクシーだったりとか、なんか。それだってチャールズ・ブロンソンがやってたよ。ワーベンラッキーストライクのおじさんが細いタバコ吸う。そう嫌ですよ。焚き火で。焚き火で細いタバコマジで嫌ですね。チャールズ・ブロンソンが口タコになってますよって。ごめんなさい、ちょっと細いもんです。チャールズ・ブロンソンが口タコになったら恥ずかしいですよってなってるじゃん、それは。すみません。ちょっと間違えた。もっとマルボロはルンルルンルンルン。いや、それもうラッキーストライクじゃん、もう。マルボロ。ドゥンドゥ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 マルボロ。ドゥンドゥ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 。ピアニッシモでーす。そうだった。口タコになっちゃいます。いや、MC ハマー。いい加減してよ。もう一個ニュース。はい、続いてはこのニュース。カニエ・ウエストのスニーカー1億9000万円。なんで臭そうなの？
ラップ歌手カニエ・ウエストがナイキと共同制作し、本人も着用したスニーカー、エアーイージー1がスニーカーとして過去最高額のおよそ1億9000万円で売却されました。去年8月の競売でナイキのエアージョーダン1ハイがつけていた最高額およそ6600万円の3倍近くとなりました。履いたやつがなんだ。そういうことですね。履いたやつかなだよね。だと思います。俺絶対新品がいいけどな。やっぱそりゃそうなんですよね。カニエ・ウエストってさ、すっごい人気あるね。いや、すごいっすよ。なんか大統領選も出るんじゃないかって言われてたぐらいだもんね。それぐらいですか。もう本当に黒人の人のカリスマなんだろうね、この人ね。ラッパーなんだ。すごい影響力あるんだね。確かに。今アディダスとかと契約してんでしょ。そうなんだ。そんな感じだったけど、スニーカー。サッカーうまいのかな。サッカーじゃない気がしますけど。サッカー下手っぽくない？体でっかい。確かに。他の人です。お前キーパーなみたいな。なんだ俺キーパーなのみたいな。体でかいからみたいな。歌わせた方がいいっすよね。国歌斉唱とかさせた方が。いやでもサッカーじゃない。そっか。アディダススポンサーついてる。いや見たい。サッカーもうちょっとないっすよ、あんまり。アディダスいろんなのやってますから。バスケうまいのかな。バスケはうまいんじゃないですか。バスケうまい？でもでかいんだよ。でかい方がやっぱね、バスケは。川田弟みたいな感じで。スラムダンクで言うと。お前いい、ゴール前立ってろよカニエもう俺だってダンクでやりたいんだけど。お前無理だろ、お前。そんないじめられっ子みたいな。ゴール前で手上上げてみろ。そうやって立ってろ、お前。生えねえんだな、腕辛いんだよな。いや、弱で吐く。四十肩かよ。めっちゃいじめられっ子。スーパースターなのに。何なんですか。町の賢者。はい、あなたワンカッパーダンボーラーが町の賢者となって世直しいろんな人にアドバイスを送ってもらっています。ラジオネームエスロー。超イケメン天才俳優鈴木福さんがカンテレのオカベロに出演し、ナイナイの岡村隆史にちょっとイケメンになってきてますね。これモテますよ。モテるでしょう。と聞かれるも全否定。生意気に自身の失恋話をしていたので、ご報告だけさせていただきます。以下、福坊のコメント一部抜粋です。友達止まりってよく言われるんです。自分が好きになった女の子に中1で告白した時も、待ってって言われて、回り回って友達からダメだったという報告があったんです。僕がタイプじゃなかったんじゃないでしょうか。その後も好きな子はいたんだけど、結局今は何もない。福ちゃん、ようこそ童貞の森へ。君もこちら側の住民になろう。学生時代女子と会話した思い出はゼロ。席替えで横になれば露骨に嫌な顔されるし、修学旅行のグループ決めでも裏で外れくじって言われる。俺たちはそれでもたくましく生き抜いて、同級生にそっくりな AV 女優を血眼になって探して鬼事故り。日頃のハードオナニーのせいでいざ本番と意気込んだソープや風俗ではうまく射精できなくて鬼へこみ。そうやって大人になっていくんやなあ福ちゃん、下には下がいるから元気出せよな。俺たちはいつも童貞フェイスのお前とえなりくんの味方だからな。20歳になったらうまい酒をおごってやるから一緒に飲みに行こうぜ。その時はマナちゃんのこと紹介してくれよな。似てんのかな。ラジオネームパンチドランカー斎藤 FM 仙台。俺の活動範囲には死ぬまで足を運びそうにないさえこさんが、ひとし松本酒のつまみになる話に出演し、恋人やパートナーがいた場合、仕事以外の時間は四六時中ずっと一緒にいたいタイプだとし、ご飯食べるのも寝るのもお風呂入るのももう全部一緒なんです。トイレだけ別かなと告白し、さらに、だってなんで一緒にいるのに一人の時間って何？仕事以外に何が必要？と共演者に質問していました。おなるんだよ。しこるんだよ。マスかくんだよ。せんずりするんだよ。全部同じこと。男が一人になりたいときは AV 見るか AV 女優の SNS 見てるんだよ。
AV 見るのはガキがお母さんと一緒見るのと同じ感覚ですから、全く。我々タフガイの日常生活に溶け込んでいる当たり前の行動でなくてはならない空気と同じ存在なんですよ。ガキにお母さんと一緒見せなかったら泣くようにね、タフガイから AV 撮ったら干からびて死にますから。それくらい言わなくても察しろ。ということですね。ラジオネーム、イーグル。俺と付き合っていることに気づいていない浜辺美波ちゃんがテレビ番組にて国民的人気女優とは思えぬ習慣があることを明かした。私、エゴサーチは本当に時間があれば、隙間がもう好きさえあればやります。悪い意見とか私落ち込まないんですよ。こういうとこ嫌いって書いてる人だったら参考にさせていただくことはできるし、有吉さん、当番組でもリスナーからよく名前が上がる浜辺美波さん。念のため、この番組のハッシュタグとともに、浜辺美波でツイートを検索してみました。そして、以下のようなツイートが多く見受けられました。浜辺美波はキュンキュンの常連。浜辺美波がレギュラーのコーナー。浜辺美波のしょんべん格付けチェック。浜辺美波のキャミソールしゃぶしゃぶ食べ放題。これはまずいよまずいな。おい、人気番組目白押しの日曜夜にこんなラジオを聞いている頭があれなリスナーども。今から浜辺美波ちゃんかわいいハッシュタグ SND と一斉にツイートし、エゴサーチでこれしか出てこない状況を作ってしまえ。俺たちの忌まわしき過去は闇から闇へと葬り去るのだ。ツイートの準備はいいか？せーの。浜辺美波ちゃんかわいい。無理だよ、嘘だなってわかるよ。ラジオネームパンチドランカー斉藤。上白石萌歌がミュージックステーションに出演し、大ファンだと公言しているスピッツと共演をした際に、スピッツは私にとって神様的存在なので、神様からそんなお告げをいただいたんだと思うと、すごく震えるような気持ちです。と答えたんですが、オンエア後ネット上では、上白石萌歌ちゃんがスピッツさんのことを呼び捨てでスピッツって言ってるのがすごく気になる。スピッツ尊敬してるなら3ぐらいつけようよ。スピッツさんじゃねえのかよ。スピッツだからとかじゃなくて、デビュー30周年迎えてる大先輩やで。失礼すぎんなどという苦言が多数投稿。その一方で、上白石と同じスピッツファンからは、スピッツメンバーがスピッツさんって呼ばれるの嫌なのまでちゃんと知ってそうだった。当の本人たちがさん付けされるの嫌がっての知ってんだろうし、それ履修派なんだ。私たちと同じファンなんだって好感持ったけどなという称賛の声もありました。はい、整いました。スピッツのさん付け論争とかけまして、口内炎3つあるんだよねと解きます。その心は、知らねえよバカクソして寝ろねずっちです。まあくだらないよね、大体ね。さん付けしろとか失礼だろとか言ってるやつは大体アホです。確かに。本人関係ないですもんね。よくあるのがね、サンプラザ中野くんね。サンプラザ中野くんさんって呼んだりさ、サンプラザ中野さんって呼ぶのはダメだってね、中野さん自身が言ってるよね。サンプラザ中野くんっていうのが生命判断でいいっていうことになって、そう解明したのよ。サンプラザ中野くんに。それはサンプラザ中野くんさんとかさ、わかんないかねって感じだね。あとコンビ名とか特にさんとかつける必要ないよね。トンネルズ面白いねとかね、ダウンタウンすごいねやっぱりとか、うっちゃんなんちゃん見た昨日とか別に、うっちゃんなんちゃんさんとか言う必要はないよね。まあそうっす。内村っていうのはおかしいしね。松本だ、石橋だとは言えないけど。そうっすね。コンビ名ってそういうもんでしょ。そうだと思います。つけちゃいますかアね。ルコ&ピースさん。なんかちょっと、お嬢様育ちのさ、キャラクターで変に礼儀正しいみたいなイメージあるやつはそんなことしてくるよね。ああ、なるほど。あとはもう中学生ね。あれはバカだからだけど。そういうパターン。有吉の壁さんっていう。番宣の時、有吉の壁さん今日出てます。バカかよ。あれはただのバカなんだけど。あれ違うんですそういうパターンも。例外の。アルコ&ピースさん。まあいいけどね、別に。悪くはないけど。そうですね。スピッツだろうがスピッツさんだろうがどっちでもいいと思う。まあね。確かにそうですね。スピッツちゃん。
ワンチャンっぽいな、だいぶ犬な。俺だってスピッツの三輪さんなんか結構何回か昔よく飲んでたけど、別にスピッツはで全然大丈夫だったよ。スピッツさんだって別に。すげえ。どう？アルコ&ピースさんがいい。アルコ&いや、ピ別ースがいいに。気にしてないです。何にも。どっち気にしてないじゃん、この論争はっきりしない。はっきりしないからもうやめよう。これは。 3? いらないです。アルコ&ピース。ピースって呼んでいただいて。じゃあそうしてください。はい。よかった。 Stay Night Dreamer. Live on air. さあ、有志るきサンデーナイトドリームあっという間に1時間経過しようとしておりますけれども。ラジオネーム朝方人間 FM 宮崎。カニエ・ウエストは超新塾のアイク曰く、日本の感覚だとビートたけしさんみたいな存在に近いらしいです。そうなんだ。あ、ちょっと意外ですね。だからあれか、政治とか。大統領選出るかとか。すげえな。あんな感じじゃないんだね。アントニーみたいな感じではない。日本でいうところのアントニーですみたいな感じじゃない。違うんでしょうね。全然違うんだね。もっともっと上なんだね。はい。もしかしたら似てるかもしれないです。なんならもうちょっとスポーツの、もうイチローとか、あオークション、そう、靴が高く売れるっていう意味では、そうですね。ね、はい。そんな感じかも。もしかしたらそうかもしれないですね。もしくは、乃木坂の誰かとか、日向坂の誰かとか、みたいな感じじゃない？白石なんとかさん。白石なんとかさん。白石なんとかさんとカニエ・ウエストが一緒なんじゃない？だってオークションの品が高く売れるっていうことは。白石なんとかさんの、白石麻衣さんか。白石麻衣さんの、だって、パンツだったらそれぐらいで売れるんじゃない1億でしょうね。止まんねえかもしれない。もっといくかもしれない。そうでしょ。だから多分カニエ・ウエストって白石麻衣さん。カニエ・ウエストと白石麻衣なんだ。そうなのかカニエ・麻衣。漢字で出てきちゃうんです一部の地域の方、この時間の方からまた来週もお相手有吉とアルコ&ピース酒井とグリーンピース落合でした。聞ける方引き続きSunday Night Dreamer. さあ、2021年5月2日日曜日、時刻は夜9時になりました。この時間からお聞きの皆様、改めましてこんばんは、有吉弘行です。はい、今月のアシスタントはアルコ&ピース酒井健太とグリーンピース落合隆二です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしてます、サンデーナイトドリーマーでございますけどもね。はい。落合君ははい。どうですか、ラジオは。ゲラでやってるラジオの方はどうですか。怖すぎますって。聞いてはないですよね、さすがにわかんないですゲけど。ラをたまに聞けますよ、皆さん。いやいや、ちょっといろんな人がやってるゲラ。うわ、恐ろしい。いやいや。さって言わないでよ。なんで国税みたいな言い方するの。調査入ってます？調査入ってますってなんだよ。あ、ご視聴ありがとうございますだろ、普通。いや、ちょっと。なんかおかしなことしてるから調査入ってますってなるんだろ。そうだろ？いや、おかしなことしてないんですけれども。じゃあなんで調査入ってますってなんだよ。うわー、そうか。いや、元気にやらせていただいてるんですけども。ゲラ、ありがたいことね、僕ら。ラジオ聞いてる人たちは。ゲラっていうアプリだよね。アプリで一応やってるんですよ、僕らもラジオ。若手のお笑いの人たちがゲラやって。いっぱいやって。ゲラっていうアプリでラジオやってる。やっていただいて。あれお金出んの？一応、はい、出て。あ、そうなんだ。あれ誰がどうやって、どこでやってんのあれは。あれは、一応、もともと、アルコ&ピースさんのラジオが大好きな方が作ったアプリなんですよ。あ、そうなの？そうです。で、僕はそのおかげみたいな感じです。アルピーさんの後輩で。じゃあ、アルコ&ピースは関わってないの？関わってないです。ゲラ出てないの？なんで出てやれよ、ゲラ。いや、たまにゲストとかで、モダンタイムズさんって先輩の方がいるんですけど、その方のゲストで一回出させてもらいましたけど、はい。結構な人数がやってんの、ゲラ。ゲラ結構やってると思います。やってますね。30組とか。あ、そんなにやってんだ。40組近いかな。誰がお金出してくれるの、それは。一応、スポンサーさんがいらっしゃって、そのスポンサーさんと、プラス、一応聞いてる方もスポンサーになれる。あ、なるほど、なるほど。そういうシステムだと思います。課金ができるってことだ。そうですね。みたいな感じだと思います。そこからお金が出てる。はい、だと思います。
詳しいことはちょっとわかんない。やろうかな、ゲラ。いや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 、とんでもねえことになりますって。言っちゃダメですよ。なんで俺はこれしかやらせてくんねんの。酒井がいっぱいラジオやって。いやいや、これ、ゲラなんか。酒井なんてめっちゃやってるじゃん、ラジオ。いやいや、ですけど。俺だってゲラ。いや、ゲラのスタッフ本気にしますから。ゲラなんて、ゲラってスタッフいるの？いますよ。自主ラジオじゃないっすよ。YouTube みたいに自分たちで撮って配信するじゃないの？違いますよ。ちゃんといるの？一応音声の方と作家の方がいらっしゃる。作家さんいんの？一応はい、いらっしゃいます。スタジオでじゃあ撮るの？部屋とかじゃなくて。まあ、でも、部屋、みたいな感じでありますね。マイクとかはちゃんとありますけど、まだそのちゃんとこういうスタジオ、立派なスタジオではないですね。はい。やっぱちょっと調査入ってると思われてるんだろうでしょうか。いや、調査っていうか。やっぱほら。はいはい。なんかみんながさ、はい。なんか例えば番組とかで若手の連中と会うとさ、はい、緊張もしてるしさ、はい、その番組の趣旨に沿った、まあネタならネタでさ、はい、だし企画なら企画でさ、はい、それやるじゃない。はい、だからちょっと本質の部分が見えない時あるじゃない。なるほど。なるほど。本当はこの人たちはどんな感じの人なのかなとかさ、それを全く知らずにいじってるとさ、なんだよ、もうめちゃめちゃやりやがってよって思われるの嫌じゃん。だからちょっと配慮してんのよ。だからちょっとゲラ聞いて。本質はこっちの、こういう風なタイプの人ね、と思ってその人たちに失礼がないように。傷つけないように。うるせえから。いやいや、調査じゃないですか、やっぱり。これは調査ですね。いやでもまあそう。自分の意図にそぐわないことされたっつって、訴えますとか言われても困るからさ。むっちゃ調査だ。リスクヘッジだよ。めっちゃ調査気味だったわ。調査じゃねえ。調査でした。調査でした、じゃないんだよ。気をつけてください、ゲラの若手の皆さん。はい、追徴課税もらいます。調査でした。追徴面白くない課税もらいます。いや、面白くない課税かよ。面白課税である。それは。すごいな。そうですか。すごい。なるほど。あとはなんかユニチャームの半透明マスクが7時間で完売だって。すごい。ユニチャームが開発した口元や顔の表情が視認できる半透明マスク。口の部分が綺麗に半透明になってんだよね。透明部分に曇り止めを加工して立体構造なので口元に余裕がある。曇ったりしない。口元がちゃんと見えてる。すごいですね。俺らはちょっと嫌かもな。俺らつとおかしいか。同じレベルだと思われると嫌だけど。タレントはさ、マスクで顔隠れてた方がいいなっていう時もあるから、みんながマスクつけて、自分もマスクつけてるから違和感もないし、なんか顔バレしにくいっていうのがあるから、ちょっと半透明のマスク、俺が半透明のマスクで来たらさ、いや、あいつ、なんで目立ちたがるんだよ。確かに。なんで顔を出したがるんだよって思わない。調査入るでしょ？調査入るでしょ、どうせ。調査はないんだよ。言われるでしょ、どうせゲラで。いや、有吉さん、半透明のマスクしててさ、どんだけ目立とうとしてんだよ、みたいな。入るでしょ、ゲラで。言わないです、言わないです。ただ話題には上がるかもしれないですけど。話題にしてんじゃねえか。話題にした時点でもういじってるって判断する。いや、調査入るかな。めっちゃ厳しいな、調査入る。調査の試合なんだお互いに。そうなんだって。まあでもこんなんも増えていくだろうな。だって本当に口元が見えなくて、まあ会社の会議なんか表情わかんなくて困るっていうところもあるだろうからね。こういう半透明のマスクなんかいいから。もう売れ行きがすごいっていうことはやっぱこれは便利なんだろうな。やっぱりな。まあ今日のメールテーマはゴールデンウィークレポートということで、ゴールデンウィーク皆さん、まあ緊急事態宣言なんかもね、この辺は関東とか大阪とか出てますけども、皆さんどういうゴールデンウィークをお過ごしですかという風なメールを送ってください。我々は大したことしてませんね。我々は大したことしてないですね、本当に。実際本当にもうコロナ禍じゃなかったら何したかったですか？いやお前に聞いてねえよ。考え酒井に聞いてんの。酒井さん。いや、どうしよう。悲しいな。悲しいたけか。しいたけ。これヤギのやつ。しいたけ。サバンナのヤギ。失礼しました。どっか行きたいですよね。どっかってどこだよ。はっきりしろバカ。Stay Night Dreamer Live on air.
Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer Sunday Night Dreamer。 さあ続いてはキュンキュンでございます。私有吉がキュンキュンとするようなメールを募集しております。全然キュンキュンしなくてね、本当に私のもう我慢の限界も近づいてきておりますけどもね。お願いします。仏の顔もみこすり班という3度もね、ベテランの落語家さんの落語みたいなこと言ってすいませんでした。ラジオネームパルのみ。広瀬すずちゃんがワニって口元にシュシュをくくりつけたら口が開かなくなるぐらい顎の力弱いらしいよとうんちくを披露していたので、じゃあ試してみるかと言い、職員室を訪れた。失礼します、遠藤健一先生いらっしゃいますか声を揃えて叫ぶと、遠藤先生は笑顔で現れたので、間髪入れず、シュシュを口元にくくりつける俺と鈴。すると遠藤先生の口は全く開かない。俺は、待って、口が開かないってことは、こいつワニだワニ人間だ逃げろと叫び、夕日が差し込む放課後の廊下を鈴と二人で駆け抜けた。なんだよそれ。本当ワニの顎って開かないんだよね。力弱いんだよね。噛む分にはすごいんだけど、開く分には力がないっていうね。舘ひろしさんとかもそうだな。舘ひろしさんとかもマスクでも口開かないんだよ。弱いなぁ、舘さん。開かないよー。泣かないよ。開かないよー。開いてないなぁ。開いてないっす。出てないもんな。声出てない。ラジオネームマイルズ・ギャレット。金色のスプレーを自分の尻に吹きかけ、シシド・カフカのドラムセットの中で一番大きいシンバルが置かれている位置に立ち、尻を差し出す。シシド・カフカの激しいドラムスティックさばきを尻で感じ、叩かれるたびにシャッシャッと口で叫び、セッション楽しみたい。これはいいね。キュンじゃないけどいいな。いい。それいいんだ。うん。シシド・カフカに叩かれたいよね、やっぱりね。ドラムスティックで。チャカ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 チャシャーンで最後ブスッって入れる。ブスまで分かって叩いてます。キーって言うんですか、そこは。分かって叩いてますよね、シシドカフカ。チャカ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 チャーンドーンキーちょっと異物が入っちゃったんですけど、変な音してるなっていう。あ、これあげよう。パン。ラジオネームたまず。伝説の盗賊集団に自分のチンコを盗まれた俺は闇のオークションに参加してチンコを奪い返すことにした。俺が会場の席に着くとパッとスポットライトがつき、舞台上に MC の広瀬すずちゃん登場。闇のオークションへようこそ。ではまず最初の品物、小物オオトカゲのペニス1000万からどうぞとオークション開始。続いてサンプラザ中野くんのペニス、イザムのペニス、岸辺一徳のペニスが出品され、いずれも高値で買い取られ、これが闇のオークションかと驚いていると、広瀬が続いては泥人間の赤ん坊のペニスです100円からどうぞとまさかの俺のチンコを紹介。会場は失笑に包まれる中、俺はピンと高く手を上げる。そして俺はその泥人間の赤ん坊のペニス1億円50年ローンでこの私が買い取ろうじゃないか高らかに宣言し、莫大な支払いと引き換えに俺のチンコに価値があるように見せた。見え張っちゃったのか。いいね。いいですか。住所ないけど、住所ないな、残念。またあげます。チャレンジしてください。ラジオネームダッヒー。
流浪に謙信に感化されて武士になることを決意した俺。午前10時、河川敷で黙々と丸めた新聞紙を握りしめ、素振りをしていると、警察官10人に囲まれ、拳銃を向けられる。早くも才能を見抜かれた俺は、戦う理由がないでござる。と言い、刀を置き、両手を上げた。そこに、一日警察署長の武井絵美ちゃんが、ひょこっと現れ、フルチンで素振りしないでと、きつく叱られた。意味わかんない。言ってんの。ラジオネーム赤い月 FM 栃木。柱に紐でくくりつけられた俺。時限爆弾が爆破するまで残り1分となったところへ、後輩デカの本田翼が飛び込んでくる。俺は、おい来るなって言っただろと語気を強めると、本田は、先輩を見殺しにするわけにはいきません。この線を切れば助かるんですよね。と言って、ハサミを取り出し、爆弾の線を切ろうとする。俺は、やめろ！それはトラップだ！本物の爆弾は俺のチンポコに埋められている！と伝えると、本田は一瞬驚いた様子を見せたものの、すぐに、わかりました。なら私が、先輩のチンポコを切りますと言って、俺のズボンを脱がす。すると、キノコの山を、二回りほど小さくした俺のチンポコがあらわになり、それを見た本田は、先輩、このチンポコでは、小さすぎて、ハサミが入りません。すぐ爪切り取ってきます。と部屋を出ていく。時限爆弾が起動するまであと5秒。俺は、もうすぐ結婚するんだろう！幸せになれよ！とつぶやいて爆死したい。命を取ったんだな。あげよう。ラジオネームペチャウサ FM 鹿児島。ダーツバーでダーツをしていた俺。すると隣で同じくダーツをしていた米倉涼子が話しかけてきた。おい、そこの金玉お前的になれ急すぎる要望に唖然としていると、あっという間に全裸にされダーツ台に固定された。尿道はブル、あとは0点わかった？そう語ると、ブルである俺の尿道に狙いを定め始めた。しかし、米倉は俺の股間をじっと見つめると、なぜかだんだん顔色が変わり、突然こう叫んだ。いや、ほけやないかい包皮のおかげで尿道を矢で貫かれずに済んだ俺は、今回ばっかりは、包皮兄やんに助けられたなと心の中で思い、普段煙たがられる存在の包皮兄やんに感謝の言葉を送りたい。あげようか。ラジオネーム三平。下校中突然竜巻に襲われて上空30メートルまで舞い上がった俺と田中みな実と宇垣美里。人を合法的に、二人を合法的に抱き寄せるチャンスだと思い、田中！宇垣！俺に捕まれと叫んで両手両足をバッと広げたところ、田中は俺のズボンを掴んで一気にずり下ろした後、今だ宇垣！玉袋を掴みなさい！そして思いっきり広げるな！指示を出し、それに応えた宇垣が精一杯手を伸ばし、俺の玉袋にしがみつき、うわーと叫びながら玉袋を引っ張って、レジャーシートぐらいの大きさまで引き伸ばすと、すかさず田中も加わって、玉袋を限界まで広げ、立派な金玉パラシュートの完成。見事突風を乗りこなし、竜巻の渦から抜け出した我々は穏やかな南風に乗って河川敷に着陸をし、生還した喜びを分かち合うために、二人を抱きしめようとしたところで、駆けつけた警察官に警棒でぶん殴られ、わいせつ物陳列罪及び誘拐未遂の容疑で緊急逮捕された。されっこねえだろうって。
母ちゃん。日記、皆さんの日記に日記を盗み読み。ラジオネームサイレント失格。全く興味のないセールスの電話に20分も対応してしまった。容赦なくガチャ切りできるメンタル欲しい。人いい人さんってな、付き合っちゃうんだよな。騙されるからね、気をつけた方がいいですね。ラジオネーム真面目な童貞。お母さんはいつも大量のパスタを仕送りしてくれる。ありがたいけど、麺だけでパスタソースが入っていないので、塩かけて食べてる。あれはいいのに。いや、ほんと。酒井でもそのタイプだろ。はい。酒井ってそのタイプ。いや、僕パスタソース絶対作る自分で。作りますよ。そう。はい。塩で食べない。はい。塩で。塩で食べないですよ、パスタ。絶対食べないです。パスタソースです。塩少々、胡椒少々、砂大量。展開。実家から送られてきてるんじゃないですか。砂パス。ラジオネーム実績ゼロ。初任給が出たので、両親と祖父母を食事に連れて行った。母と祖父母は泣いて喜んでくれたけど、父は泣くこともなくずっと、なんかこの店変な匂いするなって言ってた。なんだこいつ。めっちゃわかる。わかるよな。あるな。俺もだから今たま帰った弟たちとかさ、弟の姪っ子とかと飯食うときにお袋とさ、おばあさん、おばあちゃん、おばちゃんがいるんだけどさ、おばちゃんそうだもん。ああ、ちょっと肉が赤いわ。いや、ちょっと肉が赤いなって。ミディアムレアとか美味しいじゃん。はい。ちょっと肉赤いな。食べれんで。ちょっとそれがいいの。ムカつく。以上。Stay Night Dreamer Live on air. Sunday Night Dreamer. 東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしております有吉るきサンデーナイトドリーマーです。今日はゴールデンウィークレポートでお待ちしております。皆さんのメール。ラジオネームお寿司 KK タ FM 群馬。私はゴールデンウィークは趣味のウォーキングを一人でやってます。車でいろんなところまで行って公園などの駐車場に車を止めてそこからいろんなところまで歩いていく、そんなゴールデンウィークです。まあね、僕もやってますから取り立てて、取り立ててっていうかちょっとは笑わそうとしない？普通まあまあ、はい。お金かかんなくていいですとかさ、はいは僕みたいな貧乏人にはちょうどいいです。ああ、そうかそうか。私はゴールデンウィークは趣味のウォーキングを一人でします、車でいろんなところまで行って公園などの駐車場に車を止めてそこからいろんなところまで歩いていく、そんなゴールデンウィークです。ちょっと笑わそうとしない？とやってもいいかもしれないですね。あっても。はい。次回以降は。そうですね。事務的だよ。今回は本当のレポートになっちゃいますからね。ちょっと。次回以降。はい。今日はで OK。ね、酒上げてます。俺じゃないでですす。俺言ってないです。俺絶対言ってないです。すいません、ちょっとイヤホンを今日横抜けるんですよ。歩くのかやっなんかすぐイヤホンがすぐ抜けちゃってごめんなさい。大丈夫あ、いや、です。全然。イヤホンのコードを足に巻きつけながらやってるんですどんなやり方してるんですすか？ぐ抜けちゃう。それさえやめればはい抜けなそうですけど。しかし音のラジオって音のはい。音じゃん。はい。音ですね。音のもう音に特化したメディアじゃない、はい。そうです。で音のプロが集まってるわけじゃん、はいうん。イヤホン有線ってあ、言われてみりゃそうか。もう、Bluetooth ダメなの、イヤホンじゃないと。そうなんコードですか？がないとダメなんですよ。逆にそうなんだ。ね、ワイヤレス、今普通みんなワイヤレスじゃん。はないのにね。
コードの方がいい。ここはもう長えコードだよ。めっちゃ長い。そんなに、マジでこれ、携帯のやつだったら充電8時間ぐらいかかるぐらいコードが長いよ。電気が通らない。電気通らないから。誰が必要なんですか、その距離。すごいだろ。すごっ。もっと以上に長かったっすわ。このコードを、おでこにつけたらもう完全に貞子だもん。長さで。貞子だぞ言わない。貞子そんなこと言わない。貞子です。ラジオネーム黒羊 FM 群馬。有吉さん、僕は最近めっきり見かけない和賀さんの調査をしたいんですが、ラジオもなければ SNS もろくに更新しない和賀さんの調査をお願いします。あら。俺やっぱり頑張ってるなって思えない人間のこと興味ないのよ。俺ここがドライなのよ。そうなんですね。俺やっぱ不格好であってもやっぱ頑張ってるなっていう姿を見せられないと応援できないのよ。そっか、それ見せられたら俺無条件で応援しちゃうんだけど、ちょっと我が応援できない。頑張ってない。頑張ってるかもしんないですけど、わかんないね。見えないところで。和賀さん見せて見せて。和賀さん見せて。頑張れ和賀さん。頑張り見せて。見せてね。SNS 更新して。ラジオネームお茶館 FM 北海道。僕が住んでいる札幌では本島よりも気温が低いため4月末から5月初めに桜が満開となります。僕も今日大きめの公園に花見に行きましたが、寒すぎて写真を撮る以外はポケットに手を突っ込んでいました。しかしてない。寒いんだな。手袋したいじゃん。そうですね。ああ、曲いきましょう。はい、ゆき、Baby It's You。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Sunday Night Dreamer. さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とアルコ&ピース酒井健太とグリーンピース落合がお送りしています。はい。ラジオネームポジサイド F 三重。堺の家では週に何回砂ボナーラが出るんですか？砂ボナーラ出ないっすよ。カルボナーラみたいに出ないっす。はい、カルボナーラです。ハマグリが吐き出した砂を使って壁の砂じゃないんですね。無駄にしないんだな。砂抜きしないとちゃんと。ラジオネーム別れ際ちょっとムキになる FM 岩手。酒井さんの実家では、串カツに砂を二度漬けするのは禁止ですか？やっぱり。いやいや、一回だけ砂漬けしないっす。一回ドプンと。いやいやいや、砂漬けないんで。砂入ってる、ないんだよ。器見てのやつ。否定だな、本当に。ないんですもん、だって。否定しますよ、それは。そりゃそう。参りましょう。チンボロン。世の中で起きていることはほぼ誰かの陰謀です。その中でも特に珍しいいわゆるチンボー論を送ってもらい紹介しています。左端の小便器ばかり使ってるやつは CIA の諜報員だ。チンボー論。そうなんだ。気をつけよう。ラジオネーム R 駆動 FM 新潟。庵野秀明が発表した頭に真とつく作品、ゴジラ、ウルトラマン、エヴァンゲリオン、これらをローマ字にして頭文字を並べると GUE グーとなります。グーとは古い英語で詐欺師または悪党という意味を持ちます。つまりゴジラこと松井秀喜、ウルトラマンこと杉浦太陽、エヴァンゲリオンみてえな面の森泉、彼らこそが真の詐欺師悪党であると庵野秀明は我々に警告を発しているのです。皆さん、彼らに出会ってしまった場合はすぐさま距離を取りましょう。距離ぐらいで危険です。イルミナティ秘密でしょ、名前が高らかに。ジュネームクソミチョゴリラ。白石麻衣って2人いるって知ってた？もう一度白石麻衣って声に出して言ってみて。ほら、白石麻衣、白石麻衣。
そう。白井さんとこの美人姉妹が白井舞の正体。白石舞の正体。姉と妹二人で白井兄弟だ。だから白石舞が結婚しても安心しろ。俺たちの舞やんはもう一人いる。諦めるわ。三角の中に目玉があるぞ。言ってるだけだから。ラジオネーム重心弾丸ファイター広島 FM 放送。セックスをなぜ SEX と書くか。 S は韓国人ラッパーのサイの S。 E は江口洋介の E。 X はアズワックスこと東貴博の X。 この一見すると共通点がないように見えるこの3人だけど、この3人全員12月31日まで。12月31日はセックス記念日だ。みんな大晦日大乱行パーティーだーい。歴代アメリカ大統領は全て宇宙人に洗脳されています。そうだよ。聞いたことない。ラジオネームカンパチ太郎 FM 岡山。エグザイルは総勢57人。3で割ったら19。勘のいい人はわかるよね。エグザイルは19を目指している。新曲はあの紙飛行機雲も終わり、あの紙飛行機雲をもう割ってフューチャリングネズミスだ。髪型あれ確か読みにくい。読みにくいよな。あの飛行機曇り空。1ドル紙幣を折りたたむと目玉が飛び出すよ。全部聞いたことないけど。ラジオネームブラザーフットオブスティール。米津玄師ってめちゃくちゃ前髪が長いことで有名だよね。実はあれには理由があって、長い前髪で正面及び上方向への察知能力を排除することによって道に落ちてる小銭を見つけるのに特化した構造なんだよ。我々が今まで落としてきた小銭もよれずの臨時収入になっているのかもしれない。イルミナテルミナティって言った。みんな乗ってるみたいな。ラジオネーム赤い月栃木。伝説のバックスクリーン3連発。これを打ったバース掛布岡田の背番号、さらに打たれた牧原の背番号全て足すと108になります。108といえば煩悩。試合終了後打った3人は煩悩にまみれて風俗に行ったに違いない。この3本のホームランで入った点数が5点であることを考えるとプレイ時間は5時間コースだろうね。フリーメイソンになりたければなりたければ目玉をください。怖いよ。固めある。そうじゃない。A ネーションにはフリーメイソンが集まっている。ってない。そうなの？理由は分かんない。理由が分かんない。理由教えてほしい。映画目玉みたいなのいるじゃん。ラジオネームクソミチョゴリラ。ホワイトハウスっていつ見ても真っ白だよね。あれって伝説のペンキ職人だけがなせる技って言われてるんだよね。そしてそのペンキ職人日本でも仕事をしてるみたいなんだ。ここだけの話だよ。それは上沼恵美子のメイクさんだ。おかしいだろ。白すぎるだろ。説明つかねえだろ。えいちゃん冗談だよ。冗談言うやつはイルミナティです。大体そう。みんなそうだ。気をつけてください皆さん。日本には中野陸軍士官学校の亡霊がいます。どういうこと？何にも分かんない。どういうこと？都市伝説ですか今？何にも分かんない。ラジオネームたまず FM 群馬。蚊に刺されると肌が赤くなって痒くなるよね。そしてそれは腕とか足とかが多い。ここで一つ疑問が浮かび上がるよね。そう、
チンコは蚊に刺されたことがないと。答えは簡単。蚊は純情だからおチンポを舐めるなんてできないのだ。蚊は全員言う。蚊を大切にしろ。はっきり言ってちょっと大きいなと思う蚊がいますよね。たまにいますね。あれドローンですから。おい、そうなんだ。ドローンかよ。それではこの辺でドローンさせてもらいます。 Day Night Dreamer. Live on air. Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. あ、そう、最近の、はい。路上飲みニュースないの？いや、路上飲みしてないんでわかんないです。場所がおすすめです。いやいや、ないですないです。してないんでもうわかんないです。お酒がすぐ酔える。お酒がすぐ酔えるベスト10とかやんないの？やってないです。全然知らないですね。やってないですもんね。はい。全くやってない。アルコのラジオでやってないの？やってないです。そんなコーナーないです。ベストで。今週の路上飲み。やってないです。知らないんで全然全く。路上飲み？路上飲みなんか。あ、そう。はい。母ちゃんはやってないですよ、母ちゃん路上飲み。お酒あんま飲まないんだよ、母ちゃん。あんまり飲まない。あんますぐ酔っちゃう。すぐ酔っちゃいますよ。路上で。危ないから。路上で飲まないですよ。家でも飲まないんだから。歌舞伎町。歌舞伎町の端の方だろ。ホストに狂ってるやつじゃないですか、もう俺の母ちゃん。嫌ですよ、そんな。たまに見るな。朝3時とか4時とか。100件棚とか。やってないです。続いてよかったぞ。もしあなたが〇〇だったら世の中はどうなっていたか。そうじゃなくてよかったぞというメールを送ってもらってます。なんだこの陽気な。そうそう。なんか、ウエスタンだ。陽気な。これで登場するのハードル上がるな。コントで。出囃子やばいっす陽気なやつじゃない。ラジオネーム B さんおじさん。俺がモスキート音じゃなくてよかったぞ。俺がモスキート音だったらな、女優にだけ聞こえる周波数で語りかけて、女優に何の脈絡もないところで TKO 木下と言わせて場を凍りつかせてたぞ。全然意味がわかんない。来世は朝顔。あれ聞こえた。俺が競馬馬じゃなくてよかったぞ。聞こえるな。俺が競馬馬だったらな、前を走っている牝馬のケツを見てな、ずーっと走っていたいから、最高でも2着止まりだぞ。これモスキート。ラジオネームずっと聞こえんのかなずっと聞こえるんですか？何？俺何に聞こえる？俺年かな？何聞こえる？いや、すごい聞こえる。結構デカめのモスキート音。やってますこのモス。セックスしてる蚊ですか？やってんな今の。やってる蚊。ラジオネーム金のマンタ FM 岩手。俺が修行僧じゃなくてよかったぞ。俺が修行僧だったらな、滝行の時にそっとチンコ出してな、滝の勢いを使って滝にしてたぞ。絶対気持ちよくないだろ。オシュレットはどれぐらい水吸い込み派ですか？何リットル？吸い込む？ケツに吸い込んで腸に流し込み逆流させる？どれぐらい？それ普通胃まで行く派？いやいや。もう普通じゃないと思います、それ多分。そうなの？はい。前の質問みたいに言われてる。何リットルって聞いたことあるの？その質問。飛ぶけどね。胃まで水吸い込んで、は
ブーッと出した時、浮くよ。漫画の世界。浦安鉄筋家族みたいな。国会議員猪木さん。猪木さん。毎回うんこで終わる。浦安鉄筋家族ってめっちゃ面白いよね。面白いですね。ラジオネーム B さんおじさん。岐阜 FM。俺がエロ漫画作者じゃなくてよかったぞ。俺がエロ漫画作者だったらな、チュポとか、ヌプとかいう意味わからない擬音語じゃなくて、ガッガッ、ザッシュみたいな音で少年の心をわしづかみにしてたぞ。ならないだろ。ドーンとか、ワンピースみたいな。ラジオのクロートチェリー。俺が古着屋の店主じゃなくてよかったぞ。俺が店主だったら、女子の古着だけ買い取り額上げて集めようとするけれど、それ目当てにおっさんが集まってて店中酸っぱい匂いが漂ってたぞ。女子だけ集めたらもうそれブルセラショップなんだよ。ブルセラショップ開きたいなーって当時思ったよね。当たり前みたいだけど、ありましたよね。コギャルブームのなんかありましたよね。あの頃、一応形だけでもブルセラショップやってることにしたいなと思って。って思ったんですか？いや、持ってきてくれるから。ああ、そういうことか。集まるってことか。形だけなんかやっぱりブルセラショップで買い取るのってまあ、なんか信頼がないじゃん。本当かなっていうさ。はいはいはい。本当なのっていうさ。はいはいはい。本人が。それがあってからさ、やっぱり俺自身がやっぱりブルセラショップ開きたいなと思ってたよね。そうなんだ。うん。へえ。当然今でもそうだけど。今もやりたいね。古物商の免許さえあればね。いや、だけど、やめと古物商の免許さえあったら俺古本とブルセラやりたいね。古本もやりたいんですか？同じ客来るかな？古本もやるんだ。古本だけにした方が。手広いですね、なんか。なんで古本だけにしたの？いや、そっちはやっぱり、そうっすね。なんだろう、わかんないですけど。ブルセラショップは今、やめといた方がいいと思う。多分ですけどね。うん。ラジオネーム、小ザニー。俺がビーズの松本じゃなくてよかったぞ。俺がビーズの松本だったら、稲葉よりキャラが薄いから、キャラ付けのためにスキンヘッドにして、完全にサンプラザ中野くんになってたぞ。何回サンプラザ中野くん出るんですか？すごい量めちゃめちゃ出るよな。はい。なんだろう。中野さん。はい。これは中野さんっていうけど。いや、なんだよ。組んでいいんじゃないですか。ラジオネーム夜嫌いの夜行性。俺がテリー伊藤じゃなくてよかったぞ。俺がテリー伊藤だったらな、そろそろ被る帽子がなくなって便座カバーとか被ってるからな。テリーさん？テリーさん。テリー伊藤じゃなくてよかったよね、しかし。理由がないと。帽子みたいなね、理由がないと。東京都に提言しなきゃいけない。ラジオネーム小ザニー。俺がおしゃれイズムの司会じゃなくてよかったぞ。俺がおしゃれイズムの司会だったらな、おしゃれすぎて緊張して無言になって、しかも森泉にずっと黙ってんじゃん、童貞かよって言われて、図星すぎてもっと黙ってたぞ。なんだよこれ。全然いいの来ねえな。ラジオネームロアの色合い。俺がバクじゃなくてよかったぞ。俺がバクだったらな、みんなのエロい夢を吸い取ってな、ファンザで1本3000円で販売してたぞ。売れるわけねえだろ、3000円で。10円だよ。10円。以上です。Slay Night Dreamer. Live on air. さあ、有吉ゆきサンデーナイトドリームお別れの時間近づいてまいりました。ラジオネームミンソソ FM 三重。僕は来週から始まる司法試験の勉強でずっと部屋にこもっています。本当はラジオも我慢すべきなんでしょうが、長年聞いているサンドリだけは我慢せずに聞くことにしています。罪悪感が多少なりともあったのですが、先週今週は拘置所からのお手紙があり、
あながち司法試験の勉強とかけ離れてはいないぞと自分を慰めることができまして頑張ります。ギャラクシー賞おめでとうございます。ありがとうございますってないです、ギャラクシー賞。司法試験の勉強されて何になるんでしょうか。弁護士さんになるんでしょうかね。弁護士になったらね、めいめいちゃんとインケツさんのね、裁判に付き合ってやってください。つなげた。リスナーが犯罪者になってリスナーが弁護士して、わ、すごいな、リスナーが裁判官で、ね、リスナーが検事で、全部リスナーでやりましょう。めっちゃ癒着あるけどね。それラジオに黒羊 FM 群馬。有吉さん、僕にもモスキート音聞こえました。最近は腰も痛いし陽明酒はうまいしでもうジジイだと思っていましたが、まだまだ若いです。聞こえるな。やっぱり聞こえるもんな。聞こえますね。聞こえる。すごいな。俺全く聞こえない。マジっすか。めっちゃラジオね、別れ際ちょっと向きになる FM 岩手。なんかさっき蚊がセックスしている音が聞こえた気がしてガチガチにフル勃起しちゃったんですけど聞こえたの僕だけですか。お前だけだろ。まだやってんな。いや、やってるやつ長いな。いや、蚊がセックスしてる音でフル勃起ってなんだよ。おかしいだろ。ありがとう。ということで最高最強の5月が始まりました。ですね。5月のラストまで皆さんお付き合いください。5月30ですね。5月30日まで。5月30日はきっと私のね誕生日企画ということで、あら、落合さん、酒井さんからサプライズがあると思います。プライズ。サプライズ期待してます。びっくりするような、じゃあなんかサプライズ好きですか、そんな。サプライズとか大嫌いです。じゃあおられる確定じゃん。殺したいと思います。確定じゃないですか。死ぬ確定。それでもやんなきゃいけないんだ。あれやんないでよ。え、突然ダンス始めたりするやつ。ちょっと待ってよ。フラッシュ稽古場取るか。いやってなりますよ、もう。取るんじゃない。取るんじゃないよということで。皆さん5月もお付き合いください。ということで、お相手、私、有吉弘行と、アルコ&ピース酒井健太と、グリーンピース落合隆二でした。それでは皆さん、行きましょう。せーの、また来週。